ジュエチです。みんなのひ孫ジュエチです。大変遅くなりましたが、今回は紫ピクミンを編んでいきます。今までの子たちとはちょっと足を違う編み方にしてみました。この体格でこの足をつけたらもう足がひょろひょろでとても力持ちな子には見えなかったからです。で、先に足を編んでつなげながら体に入っていくっていう流れになるんですけど、足をつなげる時にちょっと編み目がどこだか分かりにくくなる時があるので、こういうマーカーとか目印になるものがあると今回はいいかなと思います。で、この動画では腕の作り方と、あと頭の先っぽの葉っぱつぼみお花の作り方は紹介しません。作り方がこの子たちと共通だからです。なのでこの子たちの腕の作り方の動画パート1の動画と頭の先の作り方の動画パート3の動画を概要欄に載せておくので、お手数ですがそちらをご覧ください。どうしてもこの動画で全部紹介しきれないのでご協力をお願いします。なんですが、腕の作り方はすでにこの子たちの動画を見てくださった方が思い出せる程度にさらっと紹介だけしていきます。前回作った赤ピクミンと比べるとこんな感じでデフォルメしてあんまり大きくならないように作ってみました。両方とも同じ種類の毛糸で5号針で作ったものです。なのでこの赤ピクミンよりももっとちゃんと紫ピクミンらしく大きく作りたいっていう方は太い毛糸太いかぎ針に変更して同じように作ってみてください。では作っていくんですが、この紫の毛糸が暗めの紫なんで動画を撮ってみたら全然編み目が映んなかったんですよ。どこの目に何をしてるのかっていうのが全然見えなくてボツにしました。なので今回はこの明るめの色のグレーの毛糸で作っていきます。なので皆さんは気にせずに紫で作っていってください。ではやっていきましょう。紫ピクミン力持ち。足作っていきます。じゃあまず最初に輪を作るので指に1回2回と巻きつけて、この3本を持って左手に持ち替えます。はい、じゃあここから編んでいきます。じゃあ輪の中にかぎ針を入れて、で糸を引っ掛けて出てくる。はい、そしたらもう1回糸をかけてこの穴から出てくる。はい、じゃあこれで最初の作り目できました。そしたら1段目は細編みを5回輪の中に入れます。じゃあまず最初に鎖編み1目で立ち上がりを編みます。鎖編みの編み方は糸をかけて出てくる。はい、これでおしまいです。じゃあ細編み5回輪の中にかぎ針を入れて糸をかけて出てくる。はい、そしたら輪の中に入れずに糸をかけてこの2つの輪を出てくる。はい、じゃあこれで細編み1回おしまいです。あと4回やっていきます。2目目、3目目、4目目、5目目。はい、じゃあ5回できました。そしたら1回かぎ針を外したいのでここをピョンとちょっと伸ばしておきます。そしたら最初に作ったこの輪の2本を引き締めていきます。この糸端を引っ張ってどっちの糸が縮んでいくかを見つけます。よいしょ。右側の糸が動いてますね。こっちの糸が縮んでいってるんで、これを糸端が出てる側の穴から引っ張ってもう片っぽの輪っかを引き締めていきます。こんな感じ。ピューと。はい、片っぽ締められました。そしたらこっちの輪も引き締めたいので、これは糸端を引っ張ると締まっていきます。よいしょ。はい、こんな感じになりました。そしたら続きを編んでいくのでかぎ針を戻していきます。で、戻す向きはこの糸を引っ張った時に動いてる方の糸が左手前になる感じに戻していきます。この向きで。そしたら細編み1目目の頭に引き抜き編みをして1段目はおしまいです。で、1目目がこっちから
数えて5個目が1目目です。なのでこの V の字が1個目、2個、3個、4個、5個目、これが1目目ですね。なのでこの V の字の2本、この2本を拾って引き抜き編みです。引き抜き編みは糸をかけて今かかってる輪を全部出てくる。これだけです。じゃあこれで1段目おしまいです。2段目は細編み細編み増し目細編み細編みをしていきます。じゃあまず最初に鎖編み1目で立ち上がりを編みます。そしたらこのさっき引き抜き編みをしたところが1目目なので、ここの真下のところにかぎ針を入れます。ここです。ここ。じゃあここに細編み2回なので細編みで、次も細編み、そしたら次の目で増し目をします。増し目、この目に細編みを2回するっていうことです。じゃあ2分の1回目で同じ目に入って2分の2回目の細編みを編みます。2分の2回目、じゃあこれで増し目1回できました。そしたら細編み細編みです。細編み、次も細編み。じゃあこれで1周編めました。そしたらまた細編みの1目目で引き抜き編みをして2段目はおしまいです。じゃあこの次の目に見えるこの目が前回の段で引き抜き編みをした目なので、この目は編まないです。でこの立ち上がりの鎖編みがここで斜めになってます。なのでこれも飛ばして、この次のこの目が1目目です。なのでここに入りたいんですけど、今ちょっと目数が少ない時入りにくいんですよね。なのでここそういう時は私はここをこうやってちょっと伸ばしてからここに入ります上手な方でね、そのまま入れる方はいいんですけど、私はこうやってやったりします。1目目に入って、それからこれをこの糸を引っ張ってピュッと縮めるんですよ。こっちに伸ばしたやつをピュッと縮めて、で引き抜き編みをしたりしますっていうやり方のご紹介でした。じゃあ引き抜き編みなので糸をかけてこの輪を全部出てくる。でもしさっきここで今私みたいにさっき伸ばしたところの目がちょっと大きくなっちゃった場合は、ここのかぎ針にかかってる糸を押さえたまんまここちょっと引っ張ります。ピュッと。そうするとこの大きくなっちゃった目がちょっと縮まるので、じゃあ引き締めて、これで2段目おしまいです。3段目は細編み細編み増し目を2セットしていきます。じゃあまず最初に鎖編み1目で立ち上がりを編みます。そしたら細編み細編み、根元に細編み、で次も細編み、そしたら次の目で増し目をします。増し目2分の1、同じ目に2分の2。じゃあこれで1セットおしまいです。もう1セットやっていきます。細編み、細編み、増し目2分の1、同じ目に2分の2。じゃあこれで1周編めました。そしたら足はもう編むところこれでおしまいです。
なのでちょっと糸処理をしたいので、ちょっと糸処理できるぐらい伸ばして切っちゃいます。キュキッと。そしたらこの糸を抜いちゃって、この糸をとじ針に通していきます。はい、じゃあ通してきました。そしたら今3段目で8目に増やしました。この V の字が8個今あります。そしたらこれが一番最後の目で、これが前回の段で引き抜き編みをしたやつで、この斜めになってるやつが立ち上がりの鎖編みで、これが1目目です。そしたらこの1目目にこうやって V の字の2本を拾ってこっち側に通します。ピュッと。はい、でそしたらこの一番最後の目、この目ですね、この目の向こう半目だけを拾って向こう側に出てきます。はい、こんな感じです。そうするとここが1目増えたみたいな感じになります。なので8目だったんですけど、今1目増えたみたいにして、ここの段階で9目になってれば合ってます。そしたら足をつなげる時にここの目からつなげていくので、この今増えた目のところにこのマーカーをつけていきます。よいしょ。はいっと。じゃあこれを裏で糸処理したいので、これを裏返します。ちょっと裏返しにくいんですけど、無理やり裏返します。おりゃ。はい、裏返せました。そしたらこの裏側で何目かすくって糸処理をしていきます。もうグレーにグレーなんで特にあんまり気にしなくていいと思います。ちゃんと止まれば大丈夫です。ここの作った輪っかが大きくなっちゃわないようにキュキュッとして、片方に何目か通せたら、この一番最後の通したところを残して反対側に逆走すると抜けにくくなるので、そういう風にやってます。反対側に戻る。よいしょ。はい、じゃあ何目か通せたので、これで糸処理をしまいにしようと思います。そしたらこの一番最初に輪を作った時の糸もこの足の中に入れちゃうと思うので、もうちょっと短く切っちゃいます。キュキッと。こっちの今糸処理した方もちょっと残して切っちゃいます。じゃあ糸処理できたので、これを表に戻していきます。なんですけど、さっきみたいに無理やりやるとここの作ったループが広がっちゃうかもしれないんで、ちょっとここの糸処理したところを押さえながら表に戻していきます。位置を押さえながら、よいしょ。はい、じゃあ片足できました。そしたらこれと同じものをもう一個作ってきてください。いってらっしゃい。両足編んできました。そしたらこの足を編みながらつなげていきます。でね、この一段だけちょっと分かりづらいんですよ。なんですけど、この段を乗り切ってしまえばもう難易度は赤青黄ピクミンと変わらないです。ここのマーカーをつけた目からつなげていくんですけど、かぎ針を入れる時にこの足の内側から外側に向かって刺していきます。じゃあここの目ですね、これを取って、で
こっちからこっちに向かってこうやって刺していきます。でそうしたら糸を持ってきてくるっとして引っ掛けて出てくる。こんな感じになります。でそしたらここから鎖編みを3回します。1、2、3回。はい、できました。そしたら反対側の足、この足のまたこのマーカーがついてるところに同じように足の内側から外側に向かって入れていきます。じゃあここを外してでまた中から外に向かってこうやって入れます。はい、こんな感じにしてでここに引き抜き編みをします。引き抜き編みなので糸をかけて出てくるだけです。こことここもよいしょ。はい、こんな感じで足がつながりました。でそしたらここから4段目に入っていきます。で4段目は全部の目にとにかく細編みをしていきます。細編みを22回していきます。じゃあまず最初に鎖編み1目で立ち上がりを編んでで1目目の細編みを入れるところがここが今引き抜き編みして足をつけたところですね。そしたらこの次の目、隣の目、ここから細編みをスタートさせます。ここに1回でこの段で1周終わって最後に引き抜き編みをこの1目目にするときにここの1目目が分かりにくいのでこの段はなのでここにマーカーをつけておきます。1目目の細編みの頭に。はい、じゃあこれでとりあえずこっちの足の分の細編みを8回編んじゃいます。じゃあ今1回編んだので2回目2 3 4 5 6 7 8よいしょ。はい、じゃあこっちの分の足の8回細編みができました。そうするとこのまた下のさっき鎖編みを3回したところに来ます。そしたら今鎖編みが V の字が上側に来ててで裏山が裏側に来てるはずです。こういう向きでついてると思うんですよ。上が V の字で下が裏山っていう風にこういう向きでついてるはずです。なのでこれを下から見てこれとこれとこれが裏山です。なのでこの3つに細編みを入れていきます。じゃあこれに細編みちょっとやりにくいんですけどよいしょ。1回目で次の裏山がこれですね。これ次のポコポコのやつに入れます。で細編み2回目はい、そしたら最後です。
この次のこれですね。ここに入れて細編み。はい、じゃあまた下3回細編みできました。でこの最初の糸がちょっと緩んじゃってるんで、これをちょっとギュッとして引っ張って調整します。はい、じゃあまた下3目編めたら、今度はこっちの足の細編みを8回していきます。でこの糸端を編みくるみながらやっていきます。ここの目が最初にマーカーをつけてたまた下の編み始めのところなので、ここのまた隣のところから細編みをし始めます。なのでこの隣、これの隣から細編みを8回していきます。じゃあこの目に入ってこの糸を編みくるみたいので、このかぎ針の上に乗せておいて、で編みくるみながら細編みしていきます。1、2、3、4、5。じゃあ5回ぐらい編みくるんだらもういいと思うので、この糸端の方はもう編みくるむのをやめて、後でこの足の中に入れちゃおうと思います。6、7、よいしょ、8、はい、じゃあ8回細編みできました。そうするとまた下のところに来ます。でさっきは裏山を編んだんですけど、裏山をこっちで使ったから、こっち側に最初の鎖編みの V の字が3目来てます。なのでここに3回細編みをしていきます。これとこれとこれ、この3目ですね。この3目に入れていきます。1、よいしょ、2、3、はい、じゃあこれで1周おしまいです。そしたらこの一番最初に1目めにつけたマーカーを外して、ここに引き抜き編みをして4段目おしまいです。よいしょ。じゃあここに入ってで引き抜き編み。はい、じゃあこれで4段目おしまいです。ここまでくればもうあとはなんとかなります。5段目編んでいきます。じゃあまず最初に鎖編み1目で立ち上がって、そしたら細編みを9回します。1、2、
2、3、4、5、6、7、8、9回。はい、細編み9回できました。そしたら体のど真ん中の細編みに来ると思います。ここで増し目を1回します。ここに増し目2分の1回で、同じ目に2分の2回目。はい、増し目できました。そしたらここから細編みを10回します。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、じゃあ細編み10回できました。そうするとさっきと反対側のお尻側の真ん中の細編みに行きます。そしたらここでまた増し目をします。増し目2分の1、同じ目に2分の2回目。はい、でそしたらあと1目あるんで、ここに細編みを1回します。はい、細編み1回。はい、じゃあこれで5段目1周編めました。そしたら細編みの1目目で引き抜き編みします。次の目に見えるこれが前回の段で引き抜いたやつで、これが斜めになってるのが立ち上がりの鎖編みで、これが1目目ですね。ここに引き抜き編みです。はい、じゃあこれで5段目おしまいです。6段目は細編み8、増し目1、細編み2、増し目1を2セットやっていきます。じゃあまず最初に鎖編み1目で立ち上がりを編みます。はい、そしたら細編み8、1、2、3、4、5、6、7、8。はい、細編み8回できました。そしたら次が増し目です。次の目に増し目2分の1、同じ目に2分の2、
はい、増し目1回できました。そしたら細編みを2回します。1、2、はい、2回細編みできたら次が増し目1回です。1/2、同じ目に2/2。はい、じゃあこれで1セットおしまいです。じゃあ今のもう1セットやってきちゃいます。細編み8回。1、2、3、4、5、6、7、8。はい、細編み8回できたら次が増し目です。増し目1/2、同じ目に2/2。はい、そしたら細編みを2回します。1、2、はい、2回できたら次が増し目です。増し目1/2、同じ目に2/2。はい、じゃあ1周編めました。そしたらこれが引き抜き、これが立ち上がり、これが1目目。1目目に入って引き抜き編みです。はい、じゃあこれで6段目おしまいです。7段目は細編み8、増し目1、細編み4、増し目1を2セットやっていきます。じゃあまず最初に鎖編み1目で立ち上がって、で細編み8回。1、2、3、4、5、6、7、8。はい、細編み8回できたら増し目を1回します。次の目に増し目1/2、同じ目に2/2回目。はい、増し目できたら細編みを4回します。1、2、3、4。はい、細編み4回できたら次が増し目です。1/2、同じ目に2/2回目。はい、じゃあこれで1セットおしまいです。じゃあもう1セットやってきます。細編み8回。1、2、3、
4、5、6、7、8。はい、細編み8回できたら次が増し目です。2分の1、2分の2。はい、増し目できたら細編みを4回します。1、2、3、4。はい、細編み4回できたら次が増し目です。増し目2分の1、2分の2。はい、じゃあこれで1周おしまいです。じゃあ1目めに引き抜き編みします。引き抜き立ち上がり、これが1目目。引き抜き編み。はい、じゃあこれで7段目おしまいです。8段目は細編み8、増し目1、細編み6、増し目1を2セットやっていきます。じゃあまず最初に鎖編み1目で立ち上がりを編んで、細編みを8回。1、2、3、4、5、6、7、8。はい、じゃあここ8。はい、じゃあ細編み8回できました。そしたら次が増し目です。よいしょ。増し目2分の1、同じ目に2分の2回目。はい、増し目ができたら細編みを6回していきます。1、2、3、4、5、6。はい、細編み6回したら次が増し目です。増し目2分の1、同じ目に2分の2回目。はい、じゃあこれで1セットおしまいです。もう1セットやっていきます。細編み8回。1、2、3、4、5、6、
8、はい、8回できたら次が増し目です。増し目2分の1、2分の2、はい、そしたら細編みを6回していきます。1、2、3、4、5、6、はい、細編み6回できたら次が増し目です。増し目2分の1、同じ目に2分の2、はい、じゃあこれで1周編めたので細編みの1目目に引き抜き編みです。これが引き抜き、これが立ち上がり、これが1目目、よいしょ。はい、じゃあこれで8段目おしまいです。では今8段目で36目に増やしました。そしたら9段目から12段目までの9、10、11、12段、この4段は細編みの増減なしで編んでいきます。なので鎖編み1目で立ち上がって全部の目に細編みを入れていきます。36回で1周編み終わったらまた細編みの1目目に引き抜き編みをして立ち上がりの鎖編みを編んで、でまた細編みを36回してっていう風に4段分やってきちゃいます。はい、じゃあ1周編めたので引き抜き立ち上がり、これが1目目、1目目で引き抜き編みして9、10、11、12段目完成です。はい、13段目から減らし目をしてすぼまっていくので、この段階で足のところとかには綿入れていきます。いい感じの量を入れていきます。足にだけ綿を入れてきました。上の方まで入れちゃうと巻き込んじゃうんで編みながら。そしたら13段目編んでいきます。編み方が細編み7、減らし目1を4セットやっていきます。じゃあまず最初に鎖編み1目で立ち上がりを編みます。そしたら細編み7、1、2、3、4、5、6、7回。はい、細編み7回できたら減らし目です。減らし目今回初めて出てきます。じゃあ次の目にかぎ針を入れて、で糸をかけて持ってきます。でそしたらこのまんま次の目に入ります。で糸を引っ掛けて出てきて、ここ3本にします。そしたら糸をかけてこの3本を全部出てきます。よいしょ。はい、こんな感じで、これで2目が1目に減りました。そしたらこれで1セットおしまいなので、あと3セットやっていきます。で減らし目をした時はこの2目が右側にこうやって寄ってるんで、次の目の1目目を編む時にどうしてもここの幅が広くなっちゃうんですよね、いつもの細編みより。なのでここをなるべく近づけるというか、この輪が大きくなっちゃわないように気をつけながらギュッと寄せるようにして編んでいきます。よいしょ。
でね、他の細編みが連続で続いてきた時と同じようなサイズになるように気をつけながら編んでいきます。じゃあ3セット編んできちゃいます。2、3、4、5、6、7、8じゃない、減らし目、よいしょ、1、2、3、4、5、6、7、で減らし目、よいしょ、1、よいしょ、2、3、4、5、6、7、で減らし目、はい、じゃあ1周編めたので1目めで引き抜き編みです。引き抜き立ち上がり1目目、はい、じゃあこれで13段目おしまいです。14段目編んでいきます。じゃあまず最初に鎖編み1目で立ち上がって、そしたら細編みを3回します。1、2、3回、はい、そしたらこの後は減らし目1、細編み6を3セットしていきます。じゃあ減らし目でこのまま次に入って糸を持ってきて、でこの3本を全部引き抜く。はい、減らし目できたら細編み6、1、2、3、4、5、6、はい、じゃあ減らし目1、細編み6をあと2セットやってきちゃいます。
減らし目、で細編み6、1、2、3、4、5、6、減らし目、1、2、3、4、5、6、はい、じゃあ3セットできました。そしたら減らし目1、細編み3をしていきます。減らし目1、よいしょ。で細編み3です。1、2、3。はい、じゃあこれで1周おしまいです。細編みの1目目に引き抜き編みします。引き抜き立ち上がり、これが1目目。はい、じゃあこれで14段目おしまいです。14段目まで編めたら13段目と14段目の間、ここのところに腕をつけていきたいんです。なのでちょっと腕の作り方をね、赤青黄ピクミンの動画を見てくださった方が分かる程度にさらっとやっていきます。はい、じゃあ腕作っていきます。また私は前回と同じように20センチに切った糸を40回結んだものをつけました。皆さんはね、この後ろの反対側の糸端とかから取って紫を使ってください。3本。じゃあこの一番左の糸が上に乗っかる形で4を作る。で下を通って1回目結ぶ。あ、ここもうマステで止まってます。はい、1回結んだら2回目。はい、2回できたらこれが右に来る。で今度はこの2つで4、1回目。はい、2回目。はい、2回できたら右に来る。はい、この繰り返しでしたね。じゃあ私は40回がちょうどよかったんで40回これを繰り返しやっていきます。で理想の長さになったらこのマステを外して、でこの指をちょんちょんと理想の長さに切って、でこの液体のりこれをちょんちょんつけて染み込ませてちねってちねる良い子か束ねていきます。で先っぽにちょろっと出た毛糸なんかはのりが固まってからちょんちょんと先っぽを切って整えれば OK です。じゃあその腕ができたものがこちらになります。私はグレーなんでね、これをつけていきます。
すいませんね、初見の方今の説明で分かんなかったと思うのでパート1の動画をご覧ください。またこの引き抜き立ち上がりの線があるのが背中側にして、で線がない方こっちがお腹側になるようにつけていきます。でまたね、私はこういう風に内側に手が来るようにつけていきます。こういう向きで、こっちじゃなくて位置を決めていきます。普通に横から見て真ん中にもう入れちゃおうかなと思うので、こことここでいいかな。もう一個前にしようか。ここにしようか。じゃあ位置が決まったのでつけていきます。ここにこうやって入れて引っ掛けて通します。でまた中で肩結びしちゃいます。じゃあ内側に糸が通せたら肩結びする前に本当にここでいいかいっていうのを確認します。私はもうここで決めちゃおうと思うのでこれを肩結びしていきます。3、4回ぐらい結んじゃいます。はい、じゃあ中で肩結びしちゃいました。そしたらこの糸たちは体の中にしまっちゃいます。そうしたらかぎ針を戻して15段目を編んでいきます。15段目は減らし目1、細編み5を4セットやっていきます。じゃあまず最初に鎖編み1目で立ち上がりを編みます。はい、そしたら減らし目1、減らし目、はい、1回できたら細編み5、1、2、3、4、5。はい、じゃあこれで1セットおしまいです。あと3セットやっていきます。減らし目、はい、1回できたら細編み5、1、2、3、4、5。はい、じゃあ2セットおしまい。あと2セット。減らし目、1、2、3、4、5。
5。はい、じゃあラスト1セット、減らし目1。で、細編み5。1、2、3、4、5。はい、じゃあこれで1周おしまいです。細編みの1目めで引き抜き編みします。引き抜き立ち上がり1目め。よいしょ。はい、じゃあこれで15段目おしまいです。16段目編んでいきます。じゃあまず最初に鎖編み1目で立ち上がりを編みます。そしたら細編みを4回します。1、2、3、4回。はい、細編み4回できたら次が減らし目を1回します。減らし目。よいしょ。はい、減らし目1回できたら細編みを10回します。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、細編み10回できたらまた減らし目を1回します。減らし目。よいしょ。はい、減らし目できたら細編みを6回します。1、2、3、4、5、6。はい、じゃあこれで1周おしまいです。細編みの1目めで引き抜き編みします。引き抜き立ち上がり1目目。よいしょ。はい、じゃあこれで16段目おしまいです。17段目からは頭に入っていきます。なので今ここで22目になってるんですけど、増し目を22回していきます。17段目は。じゃあ鎖編み1目で立ち上がって、もう全部の目で増し目をしていきます。増し目2分の1、
同じ目に2分の2。はい、じゃあこれを22回ひたすら繰り返して1周編んでいきます。で増し目を一気にする時は赤ピクミンを作った時と一緒で、こうやってね次の目を糸を乗っけて自分で隠しちゃいがちなので、そうならないように次の目がどこなのかっていうのをね一目ずつ確認しながら気をつけて編んでいきます。じゃあこの繰り返しなので一周編んできちゃいます。2分の1、2分の2、2分の1、2分の2、2分の1、2分の2、2分の2、2分の1、2分の2、2分の1、2分の2。はい、ラスト。はい、じゃあこれで1周編めました。そしたら1目目で引き抜き編みです。これよいしょ。じゃあここに引き抜いて17段目おしまいです。18段目は細編み10増し目1を4セットやっていきます。じゃあまず最初に鎖編み1目で立ち上がりを編みます。そしたら細編み10、よいしょ、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、細編み10回できたら次が増し目です。増し目2分の1、同じ目に2分の2。はい、じゃあこれで1セットおしまいです。じゃああと3セットやってきちゃいます。3、4、
5、6、7、8、9、10、で回し目2分の1、同じ目に2分の2、細編み10、1、ここだな、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10で回し目2分の1、2分の2、で細編み10、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10で回し目2分の1、2分の2。はい、じゃあこれで1周編めました。そしたら1目めに引き抜き編みします。はい、じゃあこれで18段目おしまいです。19段目編んでいきます。まず最初に鎖編み1目で立ち上がって、そしたら細編みを5回します。1、2、3、
3、4、5。はい、細編みが5回できました。そしたらここからは増し目1、細編み11を3セットやっていきます。じゃあ増し目1、2分の1、同じ目に2分の2、よいしょ。はい、そしたらここから細編みを11回。ここ1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。で11。はい、細編み11回できたらこれがワンセットです。では増し目1、細編み11をあと2セットやってきちゃいます。増し目2分の1、同じ目に2分の2、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、増し目2分の1、同じ目に2分の2で細編み11、1、2、3、4、5、6、7、
9、10、11、はい、じゃあ2セットやってきました。そしたら増し目を1回します。増し目2分の1、同じ目に2分の2、はい、増し目できたら細編みを6回します。1、2、3、4、5、6、はい、じゃあこれで1周おしまいです。細編みの1目めに引き抜き編みします。引き抜き立ち上がり1目め、これよいしょ。じゃあこれで19段目おしまいです。ここまで来たらもう綿を巻き込んじゃうっていうことはないと思うので、体のこのぐらいまで綿を入れてきちゃいました。でも今回はこの首のところが太くてまだ全然指が入るので、今入れなくてもね、もうちょっと編み進んでから入れても大丈夫なので、綿を入れるタイミングはちょっと皆さんにお任せします。じゃあ今19段目で52目に増やしました。そしたらここから20、21、22、23、24の5段分は細編みの増減なしで編んでいきます。なので鎖編み1目で立ち上がって細編みを52回します。で52回で1周編んで、そしたら引き抜き編みを細編みの1目目の頭でして、で立ち上がりの鎖編みをして、でまた52回細編みをしてっていうのを5段分繰り返しやっていきます。じゃあやってきちゃいます。52ラスト。はい、じゃあこれで1周編み終わりました。そしたら1目目で引き抜き編みでここに引き抜いて20、21、22、23、24段目完成です。はい、次の段から減らし目をしてすぼまっていくので、私は体の分の綿をお腹ポンポコリになるぐらい詰めてきちゃいました。こんな感じですじゃあ25段目編んでいきます。編み方が減らし目1、細編み11を4セットしていきます。じゃあまず最初に鎖編み1目で立ち上がりを編んで、で減らし目1、減らし目はい、そしたら細編み11、2、3、4、5、6、7、8、
9、10、11。はい、じゃあこれで1セットおしまいです。あと3セットやっていきます。減らし目、はい、1回できたら細編み11、1、よいしょ、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11。はい、じゃあこれで2セットおしまい。3セット目、減らし目、よいしょ、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11。はい、3セットおしまい。4セット目、1、減らし目1、はい、そしたら細編み11、1、よいしょ、2、3、4、5、6、7、8、9、10、はい、11。はい、これで4セットおしまいです。1周編めたので1目めで引き抜き編みします。引き抜き立ち上がり1目目、はい、引き抜き編みして25段目おしまいです。26段目編んでいきます。まず鎖編み1目で立ち上がって細編みを5回します。1、
2、3、4、5回。はい、細編み5回できたら、ここから減らし目1、細編み10を3セットやっていきます。じゃあ減らし目1、減らし目1回したら細編みを10回です。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、じゃあこれで1セットおしまいです。そしたら減らし目1、細編み10をあと2セットやっていきます。減らし目で細編み10、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、じゃあもう1セット減らし目細編み10、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、じゃあ細編み10回3セットできました。そしたら減らし目1、細編み5をしていきます。減らし目
はい、減らし目1回したら細編み5、1、2、3、4、5。はい、じゃあこれで1周編めました。細編みの1目目で引き抜き編みをして、はい、じゃあこれで26段目おしまいです。27段目は減らし目1、細編み9を4セットやっていきます。じゃあ鎖編み1目で立ち上がりを編んで、で減らし目1、減らし目、間違えた、減らし目、はい、減らし目1で細編み9回、1、2、3、4、5、6、7、8、9。はい、じゃあこれで1セットおしまいです。あと3セットやっていきます。減らし目1、はい、じゃあ細編み9、1、2、3、4、5、6、7、8、9。はい、じゃあこれで2セットおしまいです。あと2セット。減らし目1、で細編み9回、1、2、3、4、5、6、7、8、9。はい、3セット目おしまい。ラスト1セットです。
減らし目1、で細編み9、1、2、3、4、5、6、7、8、9、ラスト。はい、じゃあこれで1周編めました。細編みの1目目で引き抜き編みして、引き抜き立ち上がり1目目。はい、じゃあ27段目おしまいです。28段目編んでいきます。まず最初に鎖編み1目で立ち上がりを編みます。そしたら細編みを4回します。1、2、3、4回。はい、細編み4回できました。そしたらここから減らし目1、細編み8を3セットやっていきます。じゃあ減らし目1、減らし目、はい、そしたら細編み8、1、2、3、4、5、6、7、8。はい、じゃあこれで1セットおしまいです。じゃああと2セット減らし目1、細編み8をやっていきます。減らし目1、はい、そしたら細編み8、1、2、3、4、5、6、7、8。はい、2セット終了。あと1セット減らし目1、細編み8、1、
2、3、4、5、6、7、8。はい、じゃあこれで3セットおしまいです。そしたら減らし目1、細編み4をしていきます。減らし目1、減らし目、はい、そしたら細編み4です。1、2、3、4。はい、じゃあこれで1周編み終わりました。細編みの1目目で引き抜き編みします。引き抜き立ち上がり1目目。はい、じゃあこれで28段目おしまいです。ここまで来たらこれを作っていきます。これ触覚ですかね。私は触覚って呼んでるんですけど違ったらすいません。で、私はこれをつける高さと、あとこれ自体の長さと、あとこれの位置、前後の位置を結構バラバラにしてつけてみました。これは紫ピクミンの画像を見て近づけたいなと思ってこういう風につけてみました。なんですけど、均等な高さで均等な前後で均等な長さみたいな感じでデフォルメしてつけたりとかしても別に可愛いんじゃないかと思います。私はこっち側を8回、12回、10回結んだやつをつけて、こっち側が10回、8回、8回結んだものをつけました。ご参考までに。これが赤ピクミンの足の余りなんですけど、鎖編みに引き抜き編みをしたやつです。これと比べるとだいぶ細いです。これをつけてもいいので、全然私と一緒じゃなくて構わないので、好きなものを好きなところにつけてください今回はこの子の作り方なので、これの作り方をやっていきます。じゃあ作っていきます。私これまた20センチに切った糸です。私は中で肩結びをしちゃうので20センチで足りるんですけど、全部編んでから位置を決めたいっていう風になると、後でとじ針でねつけなきゃいけないので20センチじゃ絶対足りないので、長さはお任せします。この1本の糸をただ結んでいくだけなんです。まず私の場合は右が前で左が後ろっていう向きでこうやって結びます。で1回こうやって真ん中の方に来るようにこうやって結ぶんですよなんですけど、これが意外と難しいんですよね。こうやって真ん中に結んで、結局あんまりギュッてしきらない程度の力加減で結んで、今右が前で左が後ろだったんで、今度は逆にします。左が前、右が後ろっていう風にやっていきます。なので偶数と奇数で逆になっていくっていう感じです。で、そしたらまたこれの真上のところに結ぶんですこんな簡単なことなんですけど、これが意外とやりにくいんですよ。なんていうかちょっとくねくねしちゃうんですよね。でこれを8回とか10回とか12回とか結ぶだけです。3回目、
っていう感じで。4回目。5回目。6回目。7回目。8回目。ほい。じゃあ8回結ぶとこんな感じになりますなんですけど、これが結構やりにくいんですよ。やりにくくて、これを6本作らなきゃいけないし、あと紫ピクミンを何体も作るってなったらこれを12本18本といっぱい作らなきゃいけないわけです。なので私はサポートアイテムを作ってみました。これはこれテグス、見えますか？テグスがついてるマスキングテープです。ただテグスをここでマスキングテープで留めてるだけです。テグスはダイソーで買った約 0.2 ミリのテグスらしいです。過去の私のメモによると。このサポートアイテムがあるだけで結構やりやすくなるんですよ。別にテグスとマステじゃなくても、こういう細いものと、あと重りになるものがあれば大丈夫です。代用できます。でこれをこういう風によいしょって止めて、ここをねこうやって輪っかになるようにするんです。でそうすると勝手に真ん中で結ばってくれるんですよ。この毛糸がこういう風に毛糸を通して、そうすると勝手にこうやって真ん中で重たくなってくれるんで、これを右が前にして1回結ぶ。ピューっと、ほらで1回できたら今度は左が前で右が後ろで2回目を結ぶっていう感じで、こんな感じでやっていきます。この触覚もね、私は硬いもので作りたくなかったんですよ。プラスチックとか、あと金具みたいなああいう硬いもので作りたくないけど、でもこうやってピョンってピョってしたかったんですよね。で私が当時4歳2歳の甥っ子姪っ子に作ってたっていうのもあるんですけど、赤大きいピクミンの動画で子供がピクミン大好きでとか、甥っ子姪っ子がピクミン大好きでっていう保護者の方からのメッセージをたくさんいただきました。本当に皆さんありがとうございます。大変励みになっております。なのでね、私は皆さんのお子さんとか甥っ子姪っ子ちゃんが何歳ぐらいなのかとか、そういうのは全然わからないんですけど、何歳であれ怪我しないに越したことないんで大人でも金具刺さったら怪我しますからね。なのでもう第一優先怪我しないっていうことで、第二にこの子たちピクミンちゃんたちが壊れないっていうことで、こういう風にね毛糸とかフェルトとか柔らかいもので作りたくてこうやって考えてみました。なのでこの毛糸で作って中で型結びするっていうところに落ち着いてます今のところ。はい、じゃあ8回そんなこと言ってる間に結べました。そうしたらこれはね、ただこうやってペッて外してこれをピューッと抜くだけです。そうするとこのテグスがすっごい細いんで、この先端に穴が開かないんですよ。さっき作ったやつがなくなった。どこ行った？恥ずかしくて逃げたか。あ、いたいた
いました、捕まえました。これがサポートアイテムありで作ったやつで、これがさっき手だけで作ったやつです。なんかちょっとこっちの方がくにゃくにゃしちゃってますよね。サポートアイテムがあった方がちょっと綺麗なんですよなので私はサポートアイテムを使ったやつをつけていきます。そしたら今作ったこの8回結んだやつを27段目と28段目の間のところ、ここのところにつけていきます。で、私は真ん中ら辺につけたみたいですね、前後の位置は。じゃあこのことを似せてつけていこうと思うので、真ん中ら辺につけていこうと思います。じゃあ腕と同じようにこの辺かな。でもあまり気にせずつけていきます。紫ピクミンちゃんたちも触覚の位置は個体差というか個人差というか、そういうのがあるかもしれないのでね、生き物ですからみんな違ってみんないいっていうことで。じゃあこんな感じで腕の時みたいに中に通して、そしたら肩結びしちゃいます。はい、結べたらもうこの糸はもうどんどんこの中に入れていっちゃいます。じゃあこんな感じで左側、私たちから見て左側だけ1本つきました。でそしたらこの段には私はこっち側だけつけました。均等につけたい方はこっちにも、ね、同じ段につけちゃっても大丈夫なのでお任せします。じゃあこれをつけたら29段目を編んでいきます。29段目は減らし目1、細編み7を4セットやっていきます。じゃあまず最初に鎖編み1目で立ち上がりを編んで、そしたら減らし目1、減らし目で細編み7、1、2、3、4、5、6、7。はい、じゃあこれで1セットおしまいです。あと3セットやっていきます。減らし目、はい、減らし目1回したら細編み7、1、2、3、4、5、6、7。はい、2セット終了。3セット目、減らし目、で細編み7、1、
2、3、4、5、6、7。はい、3セット終了。4セット目減らし目で細編み7、1、2、3、4、5、6、7。はい、じゃあこれで1周編み終わりました。細編みの1目目で引き抜き編みします。引き抜き立ち上がり1目目。はい、じゃあ引き抜き編みしてこれで29段目おしまいです。29段目が編めたらこっち側の触覚を1本つけていきます。28段目と29段目の間のところに、真ん中よりちょっと前らへんのところにつけてるみたいですね。この辺。はい、じゃあ通せたので肩結びしちゃいます。はい、結べたので中に毛糸を入れちゃいます。はい、そしたら30段目編んでいきます。30段目はまず最初に鎖編み1目で立ち上がりを編んで、ここから細編みを3回します。1、2、3回。はい、3回できたらここから減らし目1、細編み6を3セットやっていきます。じゃあ減らし目1、減らし目はい、減らし目できたら細編み6、1、2、3、4、5、6。はい、じゃあこれで1セットおしまいです。じゃあ減らし目1、細編み6をあと2セットやっていきます。減らし目
細編み6、1、2、3、4、5、6、はい、2セット終了。3セット目減らし目、で細編み6、1、2、3、4、5、6、はい、3セット編めました。そしたら減らし目1、細編み3をしていきます。減らし目1、よいしょ。はい、1回できたら細編み3回、1、2、3回。はい、じゃあこれで1周終わりです。細編みの1目目で引き抜き編みします。引き抜き立ち上がり1目目、はい、じゃあこれで30段目おしまいです。29段目と30段目の間は左右両方とも私は触覚をつけました。こっち側が結構前の方につけていて、でこっちはさっきつけたやつよりちょっと後ろの方につけてますね。なのでつけ方一緒なのでもうつけてきちゃいますね。こんな感じにつけられました。そしたら続きを編んでいきます。31段目は減らし目1、細編み5を4セットやっていきます。鎖編み1目で立ち上がって減らし目1、1、はい、そしたら細編み5回です。1、2、3、4、5。はい、じゃあこれで1セットおしまいです。あと3セットやっていきます。減らし目1、で細編み5、1、2、3、4、5。はい、2セット終了。あと2セット。減らし目。で細編み5回。
2、3、4、5、はい、4セット目。減らし目。したら細編み5。1、2、3、4、5、ラスト。はい、じゃあこれで1周編み終わりました。細編みの1目目で引き抜き立ち上がり1目目、ここに引き抜いて31段目がおしまいです。30段目と31段目の間はこっち側にだけ初角をつけました。最初につけたこれのちょっと後ろのところにつけてるみたいですね。じゃあつけてきちゃいます。つけられました。そしたら32段目編んでいきます。編み方が減らし目1、細編み2を6セットやっていきます。鎖編み1目で立ち上がりを編んで減らし目1です。減らし目、はい、そしたら細編みに1、2、はい、じゃあこれでもう1セットおしまいです。あと5セットやっていきます。減らし目、で細編みに3セット目、減らし目、細編みに4セット目、減らし目、で細編みにキュ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 ッと1、2、5セット目、減らし目、で細編みに1、2、で6セット目、減らし目、
で細編みに2、はい、じゃあ1周編み終わりました。細編みの1目めで引き抜き編みします。引き抜き立ち上がり1目目、よし。じゃあここに引き抜いて32段目おしまいです。31段目と32段目の間に最後の触覚をつけていきます。前回こっちでつけたやつよりもちょっと後ろにつけてるみたいですね。じゃあつけちゃいます。触覚6本つけられました。そしたら綿入れていきます。この綿を入れる時の注意点なんですけど、上からこうやってギュウギュウ入れてるとだんだんこうやって首が伸びていっちゃってスタイルが良くなっちゃうんですよ。なのでここのもたつきがなくならないように、スタイルが良くなっちゃわないように調整しながらいい感じの量を入れていきます。この先どんどん角に向かって細くなっていくので、何段か編んで綿入れて、何段か編んで綿入れてっていう風にこまめに綿は入れてってください。じゃあ33段目編んでいきます。細編み1、減らし目1を6セットやっていきます。じゃあ鎖編み1目で立ち上がって、細編み1、細編み減らし目、細編み減らし目っていう風に交互に編んでいくだけです。はい、細編み減らし目、はい、じゃあこれで1セットおしまいです。あと5セット。細編み減らし目、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 はい、じゃあ1周編めました。1目目で引き抜きます。引き抜き立ち上がり1目目、よいしょ。はい、じゃあここに引き抜いて33段目おしまいです。34段目は減らし目1、細編み8、減らし目1をしていきます。鎖編み1目で立ち上がりを編んで、減らし目1、減らし目、よいしょ。そしたら細編み8です。1、2、3、4、5、
6、7、8。はい、細編み8回できたら次が増し目1回です。増し目じゃない、ごめんなさい。減らし目1回です。減らし目。よいしょ。はい、これで1周おしまいです。1目目に引き抜き編みです。引き抜き、立ち上がり、1目目。はい、引き抜いて34段目おしまいです。34段目で10目に減らしました。そしたら35段目は細編みの増減なしで編んでいきます。なので鎖編み1目で立ち上がって細編みを10回入れるだけです。なのでやってきちゃいます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、10回細編み編めたら1目目で引き抜き編みです。はい、引き抜いて35段目おしまいです。36段目は細編み8、減らし目1をしていきます。鎖編み1目で立ち上がって細編み8です。1、もうそろそろ後ろの毛糸を引っ掛けちゃう細さにちょっとなってきてるんで、後ろの糸を引っ掛けないようにまたやっていきます。2、3、4、5、6、7、8、ここか。はい、細編み8回できたら減らし目1回です。減らし目、よいしょ。はい、1周編めました。細編みの1目目で引き抜き編みです。よいしょ。はい、引
引き抜いて36段目おしまいです。37段目はまた細編みの増減なしで編んでいきます。なので細編みを9回するだけです。じゃあ鎖編み1目で立ち上がって細編みを9回するだけなのでやってきちゃいます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、はい、9回できたら細編みの1目めで引き抜き編みです。よいしょ。はい、1目めに引き抜いて37段目おしまいです。38段目は減らし目1、細編み7をしていきます。鎖編み1目で立ち上がりを編んで減らし目1です。減らし目よいしょ。はい、そしたら細編み7、1、2、3、4、5、6、7、はい、じゃあ1周編めました。細編みの1目めで引き抜きです。よし、ここに引き抜いて38段目おしまいです。39段目は細編みの増減なしでまた編んでいきます。なので細編みが8回です。じゃあ鎖編み1回で立ち上がって細編み8回するだけなので1周やってきちゃいます。1、2、3、4、5、
6、7、8、はい、じゃあ細編み8回できたら1目めで引き抜きます。よいしょ。はい、引き抜けたら39段目完成です。40段目は細編み6減らし目1をしていきます。鎖編み1目で立ち上がって細編み6、1、2、3、4、5、6、はい、細編み6回できたら減らし目1回です。減らし目、はい、じゃあ1周編めました。細編みの1目めで引き抜きです。はい、引き抜いて40段目おしまいです。41段目はまた細編みの増減なしで編んでいきます。なので細編みが7回です。鎖編み1目で立ち上がって細編み7回するだけなのでまた1周やってきちゃいます。1、2、3、4、5、6、7、はい、細編み7回できたら1目めで引き抜き編みです。よいしょ。はい、引き抜いて41段目おしまいです。42段目は減らし目1、細編み5を編んでいきます。鎖編み1目で立ち上がって減らし目1、減らし目、よいしょ。はい、減らし目できたら細編み5、1、2、3、4、
5、はい、1周編めました。そしたら1目めで引き抜き編みです。よいしょ。はい、引き抜き編みをして42段目おしまいです。43段目は細編み4減らし目1をして最初の1目めに引き抜き編みをするときに緑の糸で引き抜いていきます。では鎖編み1目で立ち上がりを編んで、そしたら細編み4、1、2、3、後ろを引っ掛けてる。3、4、はい、細編み4回できたら減らし目1、やりにくい。よいしょ。はい、じゃあこれで1周編めました。そしたら1目めに入ります。引き抜き立ち上がり1目目。はい、1目目に入りました。そしたらこのグレーじゃないか、紫の糸はここのかぎ針の上に乗っけておきます。そしたら緑の糸を引っ掛けて引き抜き編みします。紫の糸とあと緑の糸をここに一緒に持って緑の糸をくるっと引っ掛けて引き抜き編みです。よいしょ。はい、じゃあこれで糸が緑に変わりました。そしたら44段目は細編みの増減なしで1周編んでいきます。なので細編みが5回です。そしたら最初に立ち上がりの鎖編みをするんですけど、それが緩んじゃわないようにここの糸端の2本は両方ともここでギュッと持ったまま立ち上がりの鎖編みを編みます。じゃあ立ち上がりの鎖編みを編んだらこの2本の糸を編みくるみながら細編みをしていきます。5回。1目目に入ってはい、入りました。そしたらこの糸は編みくるみたいのでかぎ針の上に乗っけておきます。そしたらこのまんま細編みをすると1、2目目、2目目入ったら上に乗せて細編み。はい、じゃあこれを5目やってきちゃいます。3、よいしょ。4、5、はい、細編み5回できました。そしたらこの編みくるんでたやつは一旦どいててもらって細編みの1目目で引き抜き編みします。
この皆さんは紫の糸が一番最後の引き抜き編みをしたやつで、緑のこの斜めのやつが立ち上がりで、この次が1目めです。ここに引き抜き編みします。よいしょ。じゃあ1目めに引き抜いて44段目おしまいです。そしたら私こっちの糸を切るのを忘れてましたね。これを糸処理できる分ぐらい長く取っておいて切っちゃってください。この先の次の段からは赤青黄ピクミンのパート3の動画の分になります。この葉っぱつぼみお花ゾーンにもう入っていくので、お手数ですがそちらの動画をご覧ください。パート3の動画を見ながらこの頭の先を作るにあたって注意点が今私は2つ気づいてることがあるんですけど、1つ目は私が今の動画みたいに毎段何段目を編んでいきますみたいな感じに言っちゃうんですよ。なんですけどあの子たちとこの子はそもそもここまでの段数が違うので、ここから先の何段目っていうのは参考にならないのでご注意ください。あとはこの色です。私は赤大きいピクミンはお花が白なので白い毛糸で編んでます。でも紫ピクミンちゃんはこういうピンクっぽい色なので、私につられて白で編まないように気をつけましょう。葉っぱ以外の方この2点だけだと思います。他にもあったらすいません。じゃあパート3でここに何かしらをつけたらこれの目なしバージョンになりますね。そしたらあとは白い楕円のフェルトと、あと黒いまん丸のフェルトをボンドで貼るだけです。この目を貼る位置なんですけど、私みたいにこうやって触覚を前後させてつけたっていう人はなんとなくここが真ん中な気がしませんか？今でも体が全然ここ真ん中じゃないんですよ。左向いてますよね。なので足を見て真ん中を決めます。真ん中ここですね。なので触覚から見ると全然真ん中じゃないんですけど、体の中心はここなので、ここから見てちゃんと左右均等につくように気をつけながらつけていくといいと思います。この目が正面から見るとこういう感じなんですけど、私は楕円に切ったやつのちょっと内側真ん中寄りに黒目をつけてます。両方とももうこうやってカーブしていってるんで、真ん中につけるとちょっと両目が外向いてるような感じに見えたので、こういう風にしてみました。それから赤青黄ピクミンの動画にこのフェルトをもうすでに丸く切れてるフェルトシールを手芸屋さんで購入してつけましたっていう風に教えてくださった方がいらっしゃいました。ありがとうございます。確かにと思って、なので手芸屋さんが近くにあったりとかして、そういうのが手に入る方はそういうのを活用するといいと思います。ありがとうございます。教えてくださって。こういう風にコメント欄がもっと楽にピクミンが作れるような情報交換の場みたいな感じになったら嬉しいのでよろしくお願いします。ありがとうございます。いつも。ではこれにて紫ピクミン完成です。完成。疲れたでいかがだったでしょうか？赤大きいピクミンよりもね、ちょっと足をつけるところとか触覚をつけるとかちょっとめんどくさいところもあったかとは思いますが、ぜひ作ってみてください。私チャンネルを立ち上げた時にこんなにたくさんの方に見ていただいて、あったかいコメントをいただいてリクエストをいただいてっていう風になると思ってなかったんですよ。なので本当にありがたいです。大変励みになっております。さっきも言いましたが、コメント欄が本当に優しいんですよ。本当に治安が良くてびっくりしてます。いただいたリクエストにちゃんとお答えして編み図が考えられるかどうかとかもわからないし、更新頻度もこんなに低いチャンネルですが、今後ともよろしくお願いします誰なんだね君は。灰色ピクミン、ネズミ色、ネズミ色ピクミンだよははっつって
すいません。今回の動画はこれでおしまいです。皆さんはパート3の動画で頭の先っぽをつけてきてください。ではジュアチと紫ピクミンと、あと動画のために体を張ってくれた灰色ピクミンでした。ありがとうございました。バイ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 。